せっかくならドイツの思い出に浸れるアイテムをお土産にしたいですよね。モイン、今回は雑貨編。可愛いものから実用的なものまで日読夫婦視点でドイツらしいお土産を紹介します。まずはドイツで愛されるテディベアブランド、シュタイフ。せっかくドイツへ来るなら日本では売られていない商品を買うのもいいかもしれません。例えばこっちのフィンは日本でも販売されていますが、こちらのハンブルクの服を着たフィンは町別のフィンなので、ドイツでも買えるのはおそらくハンブルクかオンラインのみです。ちなみに他で私が見たことがあるのはベルリン、フランクフルト、ケルン、デュッセルドルフ、ミュンヘン、シュトゥットガルト、ズールトの全部で8種類。店舗の在庫や販売状況にもよると思いますが、シュタイフに行く予定の方はぜひチェックしてみてください。また、ドイツのテレビ局のキャラクター、ディ・マウスやデア・エレファントのぬいぐるみもドイツならではでいいと思いますよ。それからこれは、マークが日本在住時にドイツから持ってきていて、私もそれいいねと絶賛していたもの、ブレッティヘン。ここにパンを乗せて食べます。プラスチックなのでとても軽いですし、ほとんどのものは食洗機で洗えるのでおすすめです。木製も可愛いですが、食洗機を使いたいので、うちでは食事用はプラスチックにしています。日本人は朝にトーストを食べる人も多いと思うので、そこそこ使う機会があって長く使えるという点では個人的にかなりおすすめです。僕も昔から使ってるよ。多分ドイツではかなり一般的に使われているものかな。ブレッティヘンは生活雑貨のお店や百貨店などのお土産コーナー、キッチン用品の売り場などで見かけます。これはお土産にすごくいいと思うんですよね。ドイツの思い出に浸れるアイテムです。また、BMF もおすすめです。刃物系が特に優秀で、ナイフやピーラーの切れ味が良く、ストレスなくスイスイと作業がはかどります。滑らかなマッシュポテトを作りたい時にこちらも役に立ちます。日本にいた頃、マークがドイツ人の同僚とここにバニラアイスを入れてスパゲティアイスを作ろうと試みたそうなんですが、溶けていない状態で作るにはかなり力が必要で難しかったそうです。でも茹でた野菜を潰すには十分ですね。刃物系はスーツケースに入れて小豆荷物として持ち帰るなら問題ありません。それから僕のおすすめはサッカーチームのアイテム、特にドームンド。販売されている商品はその時々によって異なりますが、サッカーはドイツの国民的スポーツなので、サッカー観戦やスタジアムの見学ツアーに合わせてお土産を買うのもいいですね。ついでにこういう人の名前や街の名前入りのメジャーも個人的にはいいなと思います。IKEA で使ってる人も時々見かけますね。これもドイツ人の方にはありがちなものかな。DIY するの好きな人が多いからね。バウハウスなどのホームセンターではほぼ確実に売っていますが、 DIY 関連のお店はそう観光地に多くはないので、もし見つけたらありくらいのアイテムですね。そしてお次はドイツ人の大好きなボードゲームやカードゲーム。僕のおすすめは特に花火とDas verrückte Labyrinthかな。どちらもルールがシンプルでやり方をじっくり読み込まなくても簡単にできます。Das verrückte Labyrinth はどんなゲームかというと、迷路は動くタイルでできていて、毎ターン1枚ずつ押し込むことで道の形が変わる。プレイヤーはその変化した道を使ってコマを移動して自分のカードに書かれた宝物やキャラクターの場所を目指す。先に目標を達成してスタート地点に戻った人が勝ちというシンプルなゲーム。プレイヤーが多いとすぐに道が変わるからお宝をゲットするのが難しくなるね。それからドイツで昔からずっと人気だと言われているのがこのカタン。サイクルを振って資源を獲得して集めた資源で道路を作り家や都市を建てて自分のエリアを開拓していくゲーム。これはどちらかというと頭脳派なゲームですね。おもちゃ屋さんに行くと別の種類も見かけると思うんだけど、こういう別の土地のデザインは追加用なので、まずベースのこの土地が必要です。その他、簡易的なタイプから全てのタイプがセットになったタイプも販売されています。レフはおまけだけど、
昔僕はおじいさんとやったゲーム。5つのサイクルを振って、組み合わせを作って得点を競うゲーム。この間の写真がこのゲームの古さを物語ってますよね。地味に面白いゲームです。ドイツ語やドイツならではのパズルもいいですね。例えばこれはドイツ語名のお魚パズル。こちらはハリボーのグミベアパズル。どちらも難易度高めでした。パズルもボードゲームもおもちゃ屋さんや本屋さんで見つけることができます。日本で何かを書くときはだいたい黒いボールペンを使うんだけど、ドイツだと青いインクじゃないといけないことがあるね。まあね、ドイツでは、まずテストでは消さないように、ボールペン使わないといけない。で、黒を使うとちょっと見づらいんじゃない？だから青を使う。そういうこと？いやでもテストボールペンはちょっと嫌なんだよな。でも僕は子供の頃、万年筆の時代もあったから、絶対にボールペンの方がいい。だって今も悪夢を見てるからね。なんか、押しすぎると、てっぺんが壊れたり、書くとき、インクが手についたり、ちょっとすごく嫌だった。で、まさにこのラミを使ってた。授業もテストも万年筆で、数学の授業では定規を使って線を引くときは、ファーバーカステルのシャーペンを使ってた。でも普通のボールペンよりいいことは、このティントン列車で万年筆でも消せるってところ。万年筆なのにすごいね。そんな感じかな。ビルケンシュトックもザ・ドイツな質の良いアイテムですね。うちでは室内用のサンダルとして使用しています。今回はシーズンものや割れ物はおすすめから除外しました。それらはまた別の機会に紹介しようと思います。日本に帰ってもドイツの思い出に浸れる時間が皆さんの日々にありますように。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。